よくアニメのキャラって頭でかいじゃないですか。で頭身も低くて、実際の八頭身のキャラの首の座り具合、あれが結構難しいと思うんですよ。首と頭の付け根のあたりの描き方とか結構迷うと思うんですけど。はい。じゃあよくあるアニメとか漫画で、そうですね、頭が大きいキャラ、それの方がなんか表情が見やすくなりますし、後ろから、こんな感じで捉えれておけば、だいたいこういう風に理解しておけば、この手の首が細くて頭がでかいキャラはかわせると思うんで。うまくいかない感じだとどんな感じですか？そうですね、もう正面から描いた時にもう肩がこんななっちゃってたりするんでなるほど、そうするとなんか後ろとかサイドビューから首がどうやって描くか困りますね。ちょっと首を意識して、はい、こう描いていけば。じゃあこういうデフォルメとかチビキャラクターを作って、たまになんか肩が上がりすぎて結局後ろの姿が描けないのがあるから、首は描いてないけど後ろでどうなってるか意識した方が大事ですね。横顔がこうあったとすると、はい、首がこんな感じであるとすると、カメラがこっちから見ようとすると首がほら顎のせいで見えないでしょ。そうですね、そういうことなんですよね。首が見えないってよく言われるのはこういう理屈になって首がないように見えるんだけど、実際は首ありますよっていうことで。なるほど。そうね、ソタイ君っていうもの慣れて、別に絶対そのキャラクターはそういう形にしないといけないわけじゃなくて、なんかただ絵描きする人としてなんか基本でポーズを決められるものですよね。ほらキャラによって全然頭身とかね体型違うから、そうね。じゃあ自分の好きなスタイルでそういうようなSD キャラクターとか8頭身キャラクターとか、ああいうようなそれぞれの素体君用意した方がいいですね。その後ろ姿、多分肩の骨、後ろの骨、ああいうのを描くと何が やりやすくなりますか？肩甲骨、はい、これは結構目立つ骨なんで、でこれを描いておくと立体的に見えますよって。わかりました。あれは正面で描きやすくなっていると思うんですけど、もしサイドビュー、股の間の線の入れ方、服を着てる時、これは少し斜めって感じですか？服のねダブ付き感にもよるんですけど、すごい便利な線だ。でお尻の方からちょっと引っ張られてこうなってるし、で縫い目も一直線に描かずにちょんちょんと描いておくとそれなりに。でもともとジーンズを描く時なんですけど、男用じゃないですか、ジーンズってもともと労働者ので右焼きなんですけど、縫い目がこんな感じに走ってるんで。私が理解するためにその腰を描いて、股に入れる線描かなかったらこう描いておいて、なんかこの謎のはっきり描いてないところがあって、こういう線入れるともっと分かりやすくなりますね。どこがその左足が右足の上になんか重なってるように見えて、角度ももっとはっきり分かりやすくなりますね。結構これは肌にね張り付いた服なんですけど、もっと余裕のあるやつでしたら、もうこんな感じになっちゃうじゃないですか。じゃあこういう股に入れる線の角度でそのダブった感を表現できる、そうですね。ちょっと気になってたところが、サイドビューがわからない人にとって、
先に腰を描いてみる。足がこうなってる。で、体がこう。で、首が角度をある程度つけてると思うけど、こういうようなキャラクターを描いて、こういう段階から。ああ、そうか。真横っていうのもなかなか。じゃあ今回は日野井さんが先に頭を描いて、首を描いて、で上半身が前に少し傾くっていうか、でまた足がなんか後ろの方に戻る。体がもっとこうちょっと大げさに描いちゃうけど、で足がなんか少しこんな感じ角度をつけてこうなる。本当に真横に書こうとするとどうも決まらないときはこういうふうに少し奥側の体を描いていくと立体的に見えるんで。なるほど。じゃあ横から描いてもやっぱり奥が見える方が、そうですね。さっき言った鎖骨のあたりもこういうふうにして表現するとそれっぽく見えるんで、こういう描き方を覚えておくといいですよ。肩はさっき言ったみたいに丸を描いて、そこから形を整えていけば、はい、こことここの線が結構ね、しっかり入れておけば。その話でよく困ってるところなんですけど、顔ここに描いて、首描いて、で鎖骨ある程度そんな感じで描いて、僧帽筋描いて、でこれをその肩困ってたからちょっと丸を描いて、直接下に行ってもここが困りますね。そのためにここの脇胸の筋肉の線入れたんですけどね、これがやっぱりこう単純にこうでおかしく見えますね。よく多分なんか描きたいのがこれだったらアウトですかね。まあ正面で描くんなら、やっぱり胸から肩までその筋肉がつないでるから、やっぱその筋肉が上に来るんですね。そうですね。ちょっと誇張して描いちゃうとこうなって、さらにこの胸筋がある感じ、ちょっと誇張して描いちゃってるけど今。なるほど。じゃあもちろんその筋肉詳しく描くときに何かリファレンス写真見ながら描けるんですけど、その素体群を簡単に作る段階でやっぱ基本は私が描いた形よりやっぱここからその筋肉が上に来てなんか重ねるならこれの方がその胸の肉が腕の肉、そこよりさらにこういう筋肉なんで。そうですね。じゃあみんなもっと詳しく解剖学するとやっぱこの筋肉がこういう形。別に詳しい筋肉の配置なんか覚える必要ないんで、よくサイトでピンタロスとかあるじゃないですか、そうですね。ああいうところで結構いろんなね筋肉図なんか載ってるから、そこで確認しながら、ここはこういう形だよねって納得できればいいですよ。なるほど。もう進撃の巨人書いてるわけじゃないんでそうね。ただある程度どれがどれを重なってるかちょっと基本が分かればもっとうまく描けますね。筋ですよね。ここは筋が入ってて、ここはへこみで、ここにも骨があったりするからこんな感じで筒と球体の組み合わせで最初のうちね練習するのも全然ありだし。